皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのやすんです。今日のテーマは、初心者向けのダブルスで有効なレシーブっていうのをご紹介していきたいと思います。こちらの内容は、レディースの講習会で、とても評判の良かった、人気のあったテーマですので、卓球知恵袋でも紹介していこうと思います。まずダブルスで有効なレシーブの条件としては、点が取れるということはもちろんなんですけど、もう一つにパートナーが打ちやすい、自分がレシーブした後に返球された球がパートナーが打ちやすいっていうことが条件の一つになります。これはですね、パートナーがどこに帰ってくるのかっていうコースを予測しやすいようなレシーブをするということになります。もう一つのポイントは、対戦相手に強打されないようなレシーブを送る、いくらですね、いいレシーブでもそれが対戦相手に読まれてドーンと強打されてしまってはパートナーが取れないので、強打されないようなレシーブを送るということになります。まず今回は初心者向けということで、対戦相手も、そんなに、レベルの高くないということを想定して考えています。まずあまりレベルが高くないということで、そういった、対戦相手の時は、サーブがぶっつり切れて短く止まってくるということは少ないように思います。どちらかというとナックルサーブでちょっとこう進んでいくようなサーブで台から出ることもしばしばあるというようなサーブに対してのレシーブというイメージを持ってください。ではどんなレシーブをすればいいかっていうのを説明していくんですが、サーブが大きく出た場合には思い切って打ってもらって構いません。例えばですね、相手がロングサーブを出した時っていうのはパートナーは長く帰ってくると思って待っているので、よし打つぞという姿勢を持っているわけです。なのでそういった時は逆に相手に打たれないようにしっかりとコースをついて強めに返球して大丈夫です。長いサーブはこのように打つという前提を持った上で、普通にこう相手がカットサーブ、ナックルかもしれませんが、そういったサーブを出してきた時ですね、まず、基本的にはバックの奥に深くつく練習、厳しいコースにグッと押し込むように、つく練習っていうのをしてみてください。でここがですね、まず中級者までの選手、特に初級者の選手ですね、回り込んでパッと判断して回り込んでドンって打つっていうのは結構難しいと思います。なのでしっかりとバック奥をついて相手にもう一回つっつきをさせる、もしくは詰まらせるっていうことがまずは重要になってきます。ここはですね、しっかりと練習やり込んでほしいと思います。でこれをする時のポイントなんですが、初級者の方っていうのはよく見受けられるのが、レディースの方でもそうだったんですけど、つっつきをキュッてする時にどうしても相手のサーブが切れてる切れてないにかかわらず綺麗につっつこうと、フォームを綺麗につっつこうとするあまりに相手のサーブが切れてないのにボールの底を捉えてこうファーンって浮かしてしまうとっていうミスがかなり多く見受けられます。で相手のサーブが実はナックルだっていうことが多いので、ちょっと理想のつっつきの形よりも少し面をこうちょっと縦気味にするというか、開けるような感じで少しこう押し込むようなつっつきにしてもらうことで、より深く狙いやすくなります。逆に綺麗につっつこうと思ってパーンって浮かしてしまうと打たれてしまうので、ここ注意してやってみてください。もちろん切れてる切れてないの選球眼が必要なんですが、レシーブをやってみて浮いてしまうなと思ったら相手のサーブが切れてないサーブが主体っていうことが多いので、思い切ってちょっと目を開いてやってみるっていうことが大事になってきます。でもう一つは相手のサーブがしっかりと短い2バウンド3バウンドするなって判断できた時にやるものなんですが、これはですね、特に相手が初級者とかの場合は聞きやすいんですが、短いサーブっていうのはフォアサイド、相手のフォアサイドにこう斜めに切っていくようにレシーブすることが結構簡単です。どうしても長いとサイドを切ってコースを作っていうのは難しいんですが、短ければ短いほど、特にナックルであればナックルであるほどですね、サイドを切ることが簡単です。でこれがうまく決まれば、一発で点になりますし、このフォアサイドを切るレシーブっていうのがあることで、また相手のバックの警戒が薄くなってさらにバックに奥に送るっていうのが効きやすくなるので、この2種類ですね、まずは練習して
もちろん試合では他にもいろいろやるかもしれないんですが、まずやり込む練習としてはこの2種類を大事にしてもらうと、そのダブルスのレシーブからの展開っていうところで大きく成果が上がるんじゃないかなと思います。特にこのフォアサイドを切るっていうのは、うまくしっかり角度がつけば、一発でノータッチになったりとか、帰ってきたとしてもほとんどの場合フォア半面にしか来ない、ボールになりますので、この2種類を徹底的に練習をやってみてください。今すぐにできるかと言われれば、そうじゃないかもしれませんが、練習をやり込めばたった2種類だけのレシーブ方法なので必ず、感覚をつかむことはできると思います。ですのでやってみてください。ではですね、ツツキを浮かしてしまう悪い例も混ぜながら、この2種類のレシーブをやっていこうと思います。